どうも中田敦彦です。さあ今日も早速参りましょう。エクストリーム世界史ヒトラー VS チャップリン編、世紀の対決、ありがとうございます。さあやってまいりました。ヒトラー VS チャップリンですね。この YouTube 大学コメント欄でですねリクエスト結構あるんですけれども、その中でもヒトラーをやってくれ、ヒトラーをやってくれというですねコメントすっごいあるんですね。そんな中でむちゃくちゃ面白い本を僕発見したんです。それがこちら、すごい表紙です。チャップリンとヒトラーね、見てください。この顔をですね2つに分けたこの表紙のデザインなんですが、似てるんですね。顔がね、どこが一番似てるのか、なんとちょびひげがそっくりじゃないかと。でもちょびひげがそっくりなだけでそんなにVS っていうほどの関係じゃないんじゃないとね、そういう方も多いと思うんですよ。ヒトラーといえばね、やっぱ独裁者で、その当時イタリアのねムッソリーニとかと並び称されて、アメリカとかね、フランスとかイギリスとかそういうところで戦ったぞっていうね、そっちのライバル関係はあるけど、なんでチャップリンなのと。これがね、僕も知らなかったんですけど、むちゃくちゃ面白いです。正直今回このヒトラーとチャップリンがいかに対照的で、いかに奇妙に一致していて、その二人がなぜ戦いをしていたのか、ここがものすごく世界史の大きな流れが分かって面白いんですね。このヒトラー VS チャップリン、もう対照的ですよ。片やチャップリンは世界中から愛された喜劇王、片やヒトラーは今でも世界中から憎まれている独裁者なわけですよね。ところがこの喜劇王と独裁者、なんと同じ年に生まれているだけでなく、なんとその誕生日は1889年4月16日ロンドン生まれのチャップリン、1889年4月20日オーストリア生まれのヒトラー、なんとたった4日違いなんですね。ドラマですよ。ヨーロッパでその年4日ほどしか違わずに生まれた男が2人いた。その男の片方は世界中から愛される喜劇王になり、その片方は世界を恐怖のどん底に叩き込む独裁者になった。いやー、このドラマがですね、この誕生日から始まり大きな対決につながってきます。どうなっていくのかね。まずチャップリン、どういう人なのか。実はですね、これ非常に貧しい方に生まれたんですね。両親ともミュージックホールに出演している芸人さんだったんですって。へー。ところがですね、2歳の時にね両親が離婚してしまう。母親はですね非常に貧しい中でチャップリン育てます。その上で精神疾患もですね患って極貧生活を送ることになります。お父さんの方は別れた後でお酒が原因で早くに死んでしまう。かなり悲劇的です。ものすごく貧しい中ですね、母親の代役としてもう5歳でステージデビューをするというですね極貧の芸人キッズだったわけですね。そこからチャップリンは役者として徐々に頭角を現します。イギリスで舞台俳優として10代の頃から活躍し始め、それの巡業をアメリカで行った時に、そのアメリカで映画界に入るんですね。アメリカといえばその当時第一次世界大戦が終わった時のアメリカですから、むちゃくちゃ活気があったんですね。そう、ギャツビーの頃ですよ。あの頃ですね。第一次世界大戦によって疲弊したヨーロッパに代わり、世界のトレンドの中心はアメリカ新大陸に代わり、ドルが大きな力を持ち始め、アメリカは熱狂と競争の好景気に入っていくわけですね。そこであらゆるアメリカ的なものがどんどん生まれたわけですよね。コカ・コーラ、ディズニー、そしてハリウッドだ。このハリウッドの世界にチャップリンが飛び込んだことで、その才能は一躍開花していきます。コメディスターとしてハリウッドの世界的映画スターになるわけですね。映画といってもまだ今のような映画ではなくて、いわゆるサイレント映画。音声がないんですよ。ね。音声とか音楽がないから、こう動きとかパントマイム、そして言葉がなくても通じるコメディというものが受け入れられていった。それはチャップリンにとって非常に好都合だったんですね。幼い頃から役者としての表現に長けていただけではなく、世界中を巡業したことで
非常にコメディのセンスが磨かれていったんです。どう磨かれたか。コメディといえば、例えばアメリカでも多いと言われているのが、人種差別的なネタとか、あと性差別的なネタ、そういうですね、ものがジョークとしてですね、よく使われていたんですが、世界中を巡業した時にチャップリンあることに気づいたんですね。人種差別的なネタとか、お国柄とか国をいじるようなネタというのは、国によって受けなくなる。そうですよね。あるところではユダヤ人について差別が受けるかもしれないけど、他のところに行ったらユダヤの人が多いところではそれを受けない。だとしたら人種や国に関わらないというコメディのセンスが必要になってくる。世界を貧困の役者として巡業したことでワールドワイドに受けるコメディの作り方を徹底して学んだことで、グローバルでさらに非常にピースフルなコメディを作ることができるようになっていったんです。すごいですね。それがハリウッド映画というフォーマットで世界に届けるようになったことで、チャップリンは一躍世界的映画スターになっていった。さあ、これがチャップリンの喜劇王としての成長です。片やヒトラー4日後に生まれてどうなっていたか。実は家庭環境で言うと中流だったんですよ。親が芸人だったチャップリンとは対照的に役人、それもそこそこのポジションにある役人、税関のですね、役人のですね、息子として生まれました。ヒトラーは後により自分が立身出世したということを演出するために貧困の家庭に育ったという嘘のエピソードを言うんですが、実際は中流だったことが明らかになっています。この中流家庭で育ったヒトラーですが、望みはアーティストになることだったんですね。芸術家になりたいと願っていながら、その描く絵は凡庸だったためにですね、芸術の学校、美術の学校落ちてしまうんですね。その後、第一次世界大戦の時に軍のね、兵士になるんですが、そこでも大した結果を上げることはできませんでした。つまり、ヒトラーは早くからもうステージに出て評価されてアメリカに行ってハリウッドスターになるというようなですね、実身出世が早かったチャップリンとは対照的に中流に生まれながらもくすぶり続けた青年時代だったのがこのヒトラーなんですよ。芸術家にもなれず、戦争に行っても功績を作ることはできなかった。そんな中訪れたのがドイツの困窮する時代です。第一次世界大戦終わり、敗戦国となったドイツはとてつもなく多額の賠償金に苦しむことになるんですね。ギリギリの状態で苦しんでいるドイツ。しかも、そこに、アメリカの隆盛の後ですね、世界恐慌が起きるんですよね。恐慌の嵐が吹き荒れて、一気にヨーロッパ全体の財政状態も危うくなる。そんな中、すべての苦しみをですね、押し付けられるようにして、ドイツはとてつもない経済状況になってしまうんですね。ドイツの中では不満が渦巻いていました。なんでこんなに俺たち、ドイツ人っていうのはこんなことになってるんだ。もう悲観と諦め、絶望の国の中で、同じように鬱屈の溜まったヒトラーがですね、その国の怨恨と恨みを吸収して大きくなっていくんですね。ヒトラーはそのドイツの中で蔓延している空気というものを指してました。それはいわゆるユダヤ人への怒りです。実はユダヤ人というのはロスチャルドの時もやりましたけれども、そういった第一次世界大戦の混乱の中ですね、金融で大きな成果を上げていくんですよね。なので、その当時のドイツで銀行とか政治、そのジャンルでユダヤ人が大きなポストを占めていることが多くなってた。その時にですね、陰謀論が囁かれ始めるんですね。ユダヤ人のせいなんじゃない？もともと歴史上、キリスト教信者からですね、キリスト教徒から、迫害される運命にあったユダヤ教徒ですが、そのユダヤ人たちがですね、さらにこの困窮するドイツの中でやり玉に挙げられていくんですよ。いいポジション、お金持ってる。なんでだ？ユダヤが牛耳ってるからだろう。あいつらのせいなんじゃないか。そんな空気とドイツの困窮とヒトラーのコンプレックスが塊となって渦巻いていた。そんな時にヒトラーは自分の才能に気づいてしまうんですね。ある時参加した政治イベント。その中で自分が演説をする番が回ってきたんですね。それではヒトラーはどう思うんだ？ヒトラー君、自分の意見を言ってみろ。ザーン立ち上がってですね、私が考えるに
現在のドイツは追い詰められていると言って過言ではない。しかし、このドイツ人はもともと誇り高く強い民族だったはずだ。すべてはあのユダヤ人たちによって貶められているんだ。その演説がですね、この鬱屈の溜まったドイツ人たちにドーンと響いたんですね。さらにその弁舌の鮮やかさ、まるで悪魔的なその言葉の力に聴衆が震えたんですよ。なんだこの男は、なんだこの男の喋りのうまさは、響いてくる。しかもドイツは強いんだというメッセージがものすごく人々の胸を捉えていったんですね。自分が演説終わった後、全員が震えて憧れのような目で自分を見ている。その日に出会った時に、ヒトラーは自分が演説に対して悪魔的な力を持っているということが分かったんですね。芸術でもなかった、戦争でもなかった、俺には演説の力がある。そこからヒトラーは演説の力によってその不満を抱えるドイツの人々のですね、力を一気に吸収します。それからどんどん弁舌を過激にしていくんですね。すべてはユダヤ人のせいだ。そういう言葉と、ドイツは強いんだ。そのナショナリズム、人種差別とナショナリズム、このたった2つの武器でもって圧倒的な支持を得て、瞬く間にですね、仲間を増やし、デモ行進や暴力的な運動に傾倒していく。一時は捕まり逮捕されるんですが、その獄中で書いた我が闘争、その本、瞬く間に広がっていくんですね。そしてあれよあれよという間に党の内部構想も牛耳り、党首となり、その党ナチスが出来上がった時に第二党となるね。ナチスがあっという間に第二党となる。そしてさらに困窮するドイツを受けてですね、あっという間に第一党になってしまうんですね。その時の公約は、あくまでも国際協調をしていくよ。ね。ピースフルなものだよ。ドイツ人の誇りを取り戻すんだよ。ドイツの経済を刺激するだけだよ。というだけのものでしたが、第一党となり、実質国を牛耳るようになってから、あっという間にその公約を全て覆します。ナチス以外の党の決闘を許さない。封じ込め。言いがかりをつけて共産党を逮捕し、ね、その上で全てのポジション、単純に政治のトップだけではなくですね、その大統領と首相を兼ねるような総統というですね、ポジションを作って全てをコントロールするようになります。あっという間に、あくまでも民主政治にのっとって支持を勝ち取っていってしまったんです。ドイツは第一次世界大戦以降ですね、皇帝のせいだ、帝国だからいけないんだとなって民主主義制度に強引に切り替えられていたんですね。にもかかわらず、その民主主義制度の仕組みの中で演説とプロパガンダの力でなんと全てをひっくり返し独裁国家に戻した。さあ、ここで出てきた世界的映画スターとなったチャップリン、そしてドイツの独裁者となったヒトラー、ここが出てくるんですね。この二人、世界恐慌が訪れている、そこに対して対照的な思想を持つようになっていきます。さあ、2番いきましょう。対照的な二人ね。チャップリンは片やですね、世界的なその恐慌に対して何かできることはないだろうかということを考えてました。そして逆にヒトラーはその世界恐慌をうまく逆手にとってより強く自分の思想をプロパガンダしていこう、そういう立ち位置になりました。そしてその二人をくしくも支えたのが映画だったんですね。この映画というメディア、今では当たり前のように映画館ありますよね。でもその時はですね、新しいメディアだったんですよ。映画というのは全く新しいメディアでした。はい。しかもその映画がサイレントからトーキーに変わっていくんです。つまり音声や音楽が載せれるようになる。今では当たり前ですよね。そのトーキーになることで二人はまた違うキャリアを踏むことになります。これがですね、映画がトーキーになったことでチャップリンはどうなったか。実はサイレント時代はですね、チャップリンは他の喜劇を
と並び称される三大喜劇王と言われてたんですね。ところが、そのサイレントの喜劇王の2人はですね、サイレントからトーキーに行く、その時代の変わり目にうまく乗っかることができずに衰退していくんです。ところがチャップリンはものすごくイノベーティブだったんですね。そのサイレント映画からトーキーになってもですね、芝居はサイレントでやりつつ、音声をうまく演出に持ち込むことで、サウンド付きサイレント映画というものでもう一個ヒットを与えるんですね。うまく時代の波を乗り切るんですね。はい。テレビでも成功して YouTube でも成功するみたいな、そういう感じでしょうかね。片やヒトラー、実はですね、トーキー映画が出てくるまでは一個大きな壁があったんです。何か、それはですね、ヒトラーの演説をプロパガンダするメディアがなかったんです。実はその時ですね、第一党になり上がるまで政党が、国がですね、ラジオメディアを牛耳ってたんです。なので国に対して異を唱えるような演説をラジオですることができなかったんですね。しかも映画になるとサイレントなんですよ。その時やってたのはですね、ヒトラーが演説してる映画、サイレント映画を撮るんですが、全国にサイレントを流して、それをですね、文字で解説したり、ヒトラーの代わりの人間が演説したりしてたんです。ところがやはり悪魔的な演説ができるのはヒトラーだけ。ヒトラーの演説方法を教えるために弁士学校というのを作ってですね、自分のコピーを何個も何個も作るんですが、その弁士たちはヒトラーほどうまく演説ができなかったことで、いまいちプロパガンダが全体的には行き渡らなかったんです。ところがそこにトーキー映画がやってきた。つまりヒトラーの演説が音声そのまま収録できるようになったんです。ヒトラーの悪魔的演説がですね、トーキー映画によってラジオの規制も受けない。そう。国家が牛耳ってたのはまだラジオだけで、こっちは新しいメディアだったから統制がされてなかったんですね。こちらで一躍信者を増やしていったんですね。さあ、新しいエンターテインメントを作ることに利用したチャップリンと、新しいプロパガンダに利用したヒトラー。ここでも大きな違いがあります。しかし二人とも新しいメディアを利用したということは一緒なんですよ。対照的でありながら一緒。ここがものすごく面白い。そのキーになるのがやっぱりヒゲなんですね。このヒゲ、もともとどうして二人とも同じような四角いちょびヒゲなの？ここなんですよ。実はこれチャップリンがこのヒゲに落ち着いたのは、チャーリーというキャラクターがヒットしたからなんですね。このチャーリーというキャラクター、いわゆるチャップリンのイメージといえばね、こうシルクハットみたいなね、山高帽みたいなの被って、で、上はですね、タイトなジャケット、下はブカブカのズボン、でっかいですね、靴を履いて、ステッキをこうやって振り回してる。そういう感じですよね。あのビジュアルはどうやってできたかというと、スチール、写真を撮るときにですね、宣材写真撮るよっていうときにですね、とにかく喜劇役者っぽい格好で来いよっていうオーダーがあったんですね。じゃあどういうのにしようかなと考えた結果、いわゆる英国紳士になりたいんだけど、お金がないから衣装がちぐはぐ、帽子もサイズが合ってない、スーツもサイズが合ってない、ズボンも靴も何もかもがブカブカ、そういうイギリス紳士に憧れている貧しい男というものを演出し、髭をちょっと滑稽な感じで演出したんですね。それがヒットして、それ以降はですね、そのチャーリー、ね、チャールズ・チャップリンなんですが、愛称はチャーリー。そのチャーリーというキャラクターがヒットしたことで、そのちょびひげは定着していきました。片やですね、このヒトラー、歴史上ですね、やはりヨーロッパの支配者っていうのは大きなひげを蓄えてたんですね。ひげは作りたい。ね、威厳を出すためなんだ。ね、ここが対照的ですよ。片や威厳を出したくてヒゲを作った。片やコミカルに演出したくてヒゲを作った。しかし結果的にこれは偶然にも同じ形のヒゲになってしまうんです。ヒトラーは自分にしっくりくるそのヒゲの形を見つけ、これで俺はヨーロッパの支配者と同じヒゲの為政者になるんだ。そういうふうに作った対照的なんです。ただこのですね、ヒゲが似ているっていうことはずーっといじられ続けます。これはですね、要するにチャップリンの方が先に世界的に有名になってるので、チャップリン人気ってすごいんですよ。ね。チャップリンはその時まだ
ヒトラーがものすごくですね、ナチスとして国を牛耳っているんですが、第二次世界大戦になるっていう前に、チャップリンがですね、ドイツにも行ってるんですね。映画の PR にですね。ドイツの PR に行くんですね。するとですね、ナチスはですね、チャップリンがムカついてしょうがないので、人気がある。わけですよ。しかも、貧しい人たちの味方なんです。なぜかというと、チャーリーっていうのは、貧しい人たちが、権力を嘲笑うというのをよくネタにしてたんですね。このチャーリーっていうのは、小男、小市民なんですが、よくいろんなトラブルに巻き込まれてですね、警察に追われたりするんです。その警察っていうのがですね、ものすごくごつくて悪そうに描かれてるんですよ。ね。警察がなんか言いがかりをつけてくる、逃げるチャーリー、そんなのがコミカルに描かれてくる。どちらかというと、反体制的で、市民の味方、弱者の味方というコメディを作って、大人気、世界的に人気な、このチャップリン。ものすごく苛立ってたんですね。ところがでも、もう人気すぎてですね、もうその時のナチスではですね、何も手が出せなかったんですね。ヤジを入れてやろうとナチの党員がですね、言ってもですね、もうナチの党員がですね、もう近づけないぐらいのもう大ファンたちに囲まれて、チャップリーンそういう状況です。ところが、事情がだんだんと変わってくるんですね。同じヒゲ似てるよねなんていうのはよく風刺画なんかでもですね、いじられ出したのですね、これはいけないと思って、ナチスはですね、一切チャップリンのヒゲと自分のヒゲが似てるというですね、風刺画を描かせない。チャップリンの映画すらも配給させないという方向に出るんですね。最もヒトラーが大事にしてたのはなぜかというと、イメージ戦略だからなんですよ。ヒトラーの演説には実は政治的な中身はほとんどなかったわけですね。どのようにドイツの経済を救うのかとか、どうやったら国際的にドイツのポジションが築けるかなんてことは言わずに、基本的にはナショナリズムと人種差別だけで来てますから。その後やったのが映画によるプロパガンダでしたよね。オリンピックもうまく使いましたよね。その上で党のマークを使ったり、ポスターや雑誌、新聞、全部イメージです。すべてイメージ戦略なので、イメージを崩してくるような大スターは封鎖しなきゃいけない。ゲッベルスというのをですね、わざわざそのイメージのための省庁を作ってそこのトップにし、プロパガンダをむちゃくちゃやった。そうやって、この二人のヒゲはドイツの中では比較してはいけないというタブーになっていったんですね。さらにもう一つ。ユダヤ人。ここでですね、ナチスはチャップリンを攻撃し始めるんですね。そうなんです。デマと誹謗中傷。これを始めるんですね。単純に防御するだけじゃなくて攻撃し始めます。その時ですね、ナチスが出していた雑誌ですね、ユダヤ人本ってのが出るんですよ。ユダヤ人の名前がブワーっと書いてあって、こいつらが俺たちを苦しめてると言ってね、とんでもない本を出すんですけども、その中にチャップリンの名前を入れるんですね。チャップリンはもちろん、イギリスで言われてます。ユダヤ人ではないんです。イギリス人なんです。ですが、ユダヤ人だということにしてですね、ユダヤ人に対しての敵意が膨れ上がっているドイツに対して、悪いイメージを植え付けようとするんですね。ここのやり方がすごいんですよ。チャップリンはユダヤ人だ。ユダヤ人がそういったとてつもなく悪質な映画をドイツに配給することは許さない。だから、配給は全部差し止める。そういうことをやっていくわけですね。権力者を笑うようなコメディ、そして自分と似ているビジュアル、そういうのは全て封殺する。ね。その時のチャップリンの返しがまた面白いんですね。チャップリンさん、ユダヤ人なんですか？そんなことを言ってくるわけですよ。これってのは罠なんですよね。チャップリン分かってるんですね。ユダヤ人じゃない。声高に否定したらどうなります？チャップリン自身もユダヤ人であることを嫌がってるように見えませんか？そうですよね。お前ユダヤ人だろ、ユダヤ人だろ、ユダヤ人なわけないだろっていう言葉の中には差別的な意味が含まれてるんですよ。なので差別を助長するようなリアクションを期待して、お前はユダヤ人だ、ユダヤ人だというプロパガンダを進めます。ところがこのチャップリンが返した返しがですね、私はユダヤ人ではない。ただ、もしも先祖のルーツの中にユダヤの血やユダヤ人のルーツが含まれていると想像したら、それはそれで嬉しいねって言ったんですね。ユダヤを立てつつ自分はそうじゃないということを表明する。コメディアンならではのウィットに効いた返し。
こういった対照的な2人の前哨戦はずっと続いていくんですね。あの野郎チャップリンね、あの野郎ヒトラーと、やはりヒトラーをモチーフにした映画を作るしかない。そして2人の最終決戦が始まります。決戦映画独裁者です。この映画公開以降ですね、ヒトラーは演説を嫌がるようになるんですね。なぜか、もうそれはコメディにされてしまってるから。